さあこれでもう行きますかね。そろそろ行きますか。もうがって準備がいいと。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたと後手です。はい、今回私が後手番ですね。対局開始。さあ、6六ちょっと変わった手ですけど四間飛車ですかね。飛車を回れば四間飛車、そうですね。これで歩をつけば同じですね。はい、ちょっとねギョッとする手ですけれども、相振り飛車とかになった時に少し得な意味があったりするんですね。実はプロ棋士でもね、初手6六と使われる方います。はい、実は深い意味があったりするんですけど、今回はこうなるとねすごく普通です。さあどうしようかな。相手の方は王様を早めに動かして、角上がって持久戦、私の方も狙っていきますか。持久戦で、銀上がってね。さて穴熊なのか美濃囲いなのか。穴熊でしたね。これは相穴熊かな。ついてきました。これはね銀を出る準備をしてますね。一回歩をついて金上がってみますか。で、香車を上がってちょっと難しい指し方してみますかね。銀上がって銀上がってね、いやそれあるんですけどちょっと難しい指し方。銀上がると難しい指し方です。歩ついてお互い引けますか。ちょっと難しい。これ大場でもちょっとねできればと思います。突きですか。これはすごい積極的な手ですね。なるほど。これもあるとこですね。もちろんね。いやこういう手はねでも怖いですよね。やられるとね。どうするのがいいかな。王様引いても、取ったら同銀ってことで、取って同銀で金上がっても大丈夫ですね。これはね大丈夫というか、そう受ける手もあるところですね。そっちがいいかな。取って金上がってきますか。これでね3枚並べておけば潰れることないですね。これで歩打って、一番穏やかなという受け方ですね。これ相手に歩交換されるんでちょっとねなんていうんですか、相手の主張が通るという意味もあるんですけど、ただそんなになんていうんですか、別にねこの歩交換されても後々角出るような手がね引く可能性もあるので、この辺をついて、さてどうしますかね。もう出ちゃう手もありますね。こう出て成りを狙うとどう受けるんだと。金上がるとね一手こう遅れるんでね、あとついて桂飛ぶ手もあるとこです。どうしようかな。難しいな。角出てみますか。これで成りを狙って、この歩がないねところをつがめてるんでね、で金なら少し違う一手ね儲かったと。突き捨ててこう歩をつく、あるいは桂飛ぶ、歩つけ取って桂飛ぶ、いや激しくなる可能性ね。これ合わせてくるってね狙っていく可能性があるので、一回つきますか。それで桂飛ぶと歩を合わせてきてめちゃくちゃ攻めてくる可能性ありますね。同歩同銀歩って同銀やってねいっちゃいます。ただ桂馬飛んでいいでしょう。かかってこいでどうでしょうか。ただ歩ってガンガン来そうなんでね、先が怪しくなるんですよ。これね桂飛ばれちゃうとひどいんでね。でこれ桂飛ぶと取り込み、角取ると下り、そういうのは負けパターンですね。角を取れても王様の反対方向行っちゃうとね。なのでこれは一回同歩と取ります。ただ角飛車角銀がもろに効いてるんで油断ならないですね。これ同飛車なら歩打てばいいんですけど、おそらく歩を同銀と取ってきますね。さてこれでですね、これで飛ぶ手もあるんですけど、これで飛んだら切って歩を打って、それで金を打って、これ飛ぶ手もありますね。迷いますね。ここで飛ぶか歩を打って収めるか。歩を打つとこっち引くような手あるのかな。桂馬とね歩って同銀同角で突っ込んでくる手と、歩を打つと銀をバックする手もありますね。ここにね銀をバックする手で桂跳びを防いでくると。同桂が一番強気ですけどね。同桂でどうか。切って同金で何か攻めてむちゃくちゃね攻めてきそうなんで、それでどうか。同桂飛んでいますか。歩打って銀引いて、同銀ならね同銀同角同金同飛車で最後飛車走ればこっちも戦えそうなんですけど、桂馬飛んでいますか。強気にね。さてこれでどうなっているか。銀を引く手はねこれちょっとあるんですけど、銀を引くと7七桂ならず角を取ってね、戦うと。歩を打ってきました。これは拠点を大事にする指し方ですね。はい、金引くと銀出られるのがね嫌なので金寄ります。これですと一応角を切る駒がないんで一回角が逃げることになりそうですね。で飛車走って、さあどうでしょうか。でも相手は強いですね。桂跳び嫌な手ですね。なるほど。これはしょうがないですね。桂馬を取ってで飛車を成ります。ただ桂馬を取って、ここに桂馬を取ったことですかね。いや非常に強いですね。これ油断ならないですよ。これね金引いて銀出て歩受けて
まあでも金をね取られちゃいけないんで金を引いて、そうですね、これで歩を受けてどうでしょうか。押し込まれてますけどね。ただし竜ができてるんでね、さあ突っ込んできましたね。同歩で穴子らしいね攻め合いですね。ただねこれね、ここに歩打つ手がきついんですよ。もうここで打っちゃおうかな。ここで打っても結構きついんですよね。同金に桂馬打つ、取って銀を一回引いてね、最後に歩打つ手を狙う手もあって、どうしましょうね。歩打ち厳しい手なんで、後にするか今打っちゃうか。打って同金で桂馬もねめちゃめちゃきついんですけどね、それがいいか。取って銀一回引きますかね。ただ同竜同角でなんか攻めてくるかな。それで今ね先を読んでます。取って同飛車にバッと打って桂打つ手もある。取りますか。取ってさあ飛車成の時に打っていきますかね。この瞬間に打ってみますか。竜をねこう回ってくる手があるんでね、8七にね。さあ同金に桂馬を打ってね剥がそうという狙いです。取らないで叩いた方が良かったかもしれないんで、この辺り難しいですね。お互いに攻め馬が急所に効いているんで非常に怖いですね。金寄りですか。金寄り今はなんかね、金寄りちょっと不安な受けなんでどうですかね。ただ銀を引くとやはり竜回ってってことでしょうか。どうするのがいいかな。角の方封じとくってありますよね。ここに歩を打ったりしてね。銀引くと竜回る角取りですよね。ただ竜でこう取れるんでね、そっちがいいかな。銀引きますか。これはねどうでしょう。竜回ってくるって怖いんですけど金取れるんでね、歩が叩きが入りましたね。同金で桂打って金寄るとかの方が良かったと思います。これ銀引きなんでね、竜引きなんでね、これはなんていうんですかね、いっぺんの寄せ合いじゃなくなりましたけど、ちょっとこっちの主張が通ったかなって感じです。桂馬打つのがいいか、打ってなって叩き手同竜で桂がいいかな。叩きますか。同竜なら歩抑える手もありますね。これはねちょっとこちらのペースになりつつありますね。竜が抑え込めたんで。どうでしょうか。金寄るとこでね、同金で桂で金寄るとかの方が良かったと思い、嫌でしたけどね、良かったとか嫌でしたけどね。さてこれはどうするのがいいか。一回歩を押さえて、竜が上に逃げると金取れるんで、竜を引くかまっすぐ引くか歩を取るかなんですけど、これでどうでしょう。桂馬打ってこう角を封じながらね、歩成りを狙って歩受ける形にすればかなりね、駒が使いにくくなるので、そしてからなんか角をねいじめに行こうっていう感じですね。竜を寄ったりしてね。金上がりですか。じゃあ辛いと。銀を打ち込んできたらそれに対して対応してね勝負しようと。どうですかね。銀打ち込む同金同歩成同金、どんどん攻めていってもいけそうですけど、最後角が通ってくるのが相手の方の狙いですね。なるほどという感じです。さあどうするのがいいかな。竜一回寄る手もあるんですね。寄って角取りで切ってこさせてね同歩と対応する。桂馬とか打たれても角が手に入ればね大きいので、竜寄りかな。一回竜寄りますか。これでね角が、こっちに行けばねそっぽに端の8六とか出てくると銀打ち込みでね攻めやすくなるという理屈ですね。あと香車も取れますしね。ここに竜付きのね穴熊でちょっとあんま見たことない形なんですけれども、どんどんね攻めていった後にやはりこの桂馬が動くと角が通ってくるんでね、慎重な指し方は必要ですね。逆に言うとこれで5五角から攻めてきた場合は竜がねなんていうんですかね、まだ攻めに加わってない状態で受けに回れるので受けやすい、対応しやすいっていうのが狙いですね。ということで一回我慢。これでさすがに、もう一手何か7六竜とかね竜を引いていくと立て切ってきそうなんですよね。銀を打って桂馬を取りに行くような手もありますけどね。銀打って辛くね、で歩を突いた竜を引くような対応の仕方もあるところです。迷いますね。そういう丁寧な指し方もありますかね。銀打って桂馬が取れれば得。銀打ち込んで勝てればいいんですけどね。同金同歩成同金でどうか、同桂成ね、同桂成同竜でね結構難しいかもっていうので悩むとこです。銀打って桂馬を取って、これ桂馬取るの大きいんでね、銀打って銀打ってみます。ちょっとね守備的で辛い手ですけどね、銀打ち込んでっても良さそうなんですけど、これはねスピードをちょっと落としてじっくり指そうと。桂馬が取れれば大きいですし、何か
2六歩のような手だったら、いずれね桂馬を取って2六桂みたいな手も狙えますし、そうね一回打ってみてから竜を引こうってことです。これはちょっと丁寧な指し方です。でこれで竜を引こうと。で今度切ってきた時は銀を打ててるんで少しこう受けやすい、合角からね桂打つ手がなくなってるんでね、ちょっとおしゃれな手というかね先受けの手筋ですね。でやっぱり竜が使えてないんで、猛攻してくる手には竜が働いてない分対応しやすいということですね。さて角取りで金打ちですか。これはそうですね、逃げるだけでは辛い。逃げると4三桂成みたいな手があったんでね金打ちです。さあどうするか。竜を引いておくのが普通でしょうか。これでねじっくり押していくと竜がね遊んでるんでね、あとこれいつでも歩になってね、金が取れる形なので、あとここの歩は同竜と取れるんでね、非常になんていうんですかね、しっかりじっくり、手順を踏んで押していこうというね考え方です。いつでも歩になっていく手があるんですけど、次やるとね角が取ってくるから、それを大きにしてるってことです。相手の方は動かす駒が難しい状況ですね。ここに金打っちゃったんで戦力もね歩だけになったので好きですが、これは、竜を使っていこうということですね。さあどうしようかな。歩を突いて金を圧迫しますか。ちょっと中盤から序盤にね、序盤の形に戻ったような感じですけど、これを歩を突いてね金を圧迫できれば、金が切れれば角が取れるんでね、次に歩を伸ばして金という歩を伸ばして、こちらにいると桂馬で取れますしね、それで紐をつけたと、少し得をしたって感じですね。もう一発つくかな。ついて金引いてくる、その先も読まないといけないですね。さてそろそろ何かねエンジンを吹かしていければいいなって感じです。一回つくでしょう。で金を引く。で角を使っていきますかね。そろそろ角出て、これはこの歩を取って桂馬を取れればねいいので銀なんですけど、さあこれでもういきますかね。そろそろいきますか。もうガッて準備がいいとね、これがもう一気の殺到狙いです。今ね銀上がって形が乱れてますのでチャンスですね。これでもバッサリいってで、金がチャッと打ち込んでね、打ち込みっていうのは分かりやすい攻めですよね。こうなるとね、ただこの歩をついてくるのが相手の方としては一番ねある反撃なんですけど、どうでしょうかね。先にたどり着けそうな角打ちは粘りの一手ですね。ただどうでしょうか。これは竜を取るのが一番いいかな。竜取って竜を取れば金取ってねはっきりよし。粘りの一手ですけどね、この角打ちはね馬を突きつけるところです。取って穴熊風にぶち込んじゃいますかね。これはもう穴熊の暴力というかね、穴熊らしい攻め方で、これでこうなって王手かかんないんでね、溜めといた力を一気にね、爆発させるような感じで、この竜を追うためにね打たせた金も遊んでるんでね、これははっきり、局面は勝勢になりましたね。王様の安定度がね違いすぎますね。詰めろというかね、次に詰めろも来ないですから、ちょっと途中ね一回中盤に戻ったような感じでしたけれども、銀受けですが、これはいろいろな手がありますね。桂馬を打つのがいいかな。上部から剥がしてね、打って埋め立てに対しては一手入れてね、剥がすというのが攻めの基本ですね。何せねこういう展開になるとね、駒を何を渡しても大丈夫というかね、何を渡しても自玉の心配をねせずに済むというのが大きいですね。剥がしてですね、これでまた銀を打ってね、これはきついですね。次は2九銀成から攻めるという、これ金銀のね弱点をついて非常に厳しい、ほぼ受けなしの形になりましたね。いろんな戦い方があってね、穴熊なんでね、派手な戦い方もあるところなんですけど、本局はね結構じっくりね、なんていうんですかね、チャンスを待ってからね一気に吹かすという戦い方でいきました。一回緩めてね、手を緩めて、状態をねよりいい状態でね、ラッシュをかけるという感じで、その感じがうまくいきましたね。花熊が硬さが残ったんでね、
途中はね難しかったと思います。むしろこう飛車がなったあたりはね、振り飛車ペースもあったと思います。で桂抵抗なんですけど、これは詰みですね。銀を成りまして、でこの時と金入っちゃうとね角で取られちゃうんで大変ですね。飛車を成るのが大事です。ね、これで角も飛車も四角をつきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局のをやってまいりました。ね、今回は振り飛車穴熊に対してね、私の方も穴熊に組んで相穴熊の戦いになりましたね。中盤はお互いの主張を通すようなね、さばき合いになって、そこからね、こう相手の方をこう1回受けに回ったタイミングで私の方こうスピードをね合わせて、ちょっと難しい戦い方なんですけど、少しこう局面の流れをゆっくりにして少しずつ押していくようなイメージ、ポイントを稼ぐというね、穴熊戦ではちょっと難しい指し方であんまりない指し方なんですけれども、そういった指し方がうまくいきまして、最後はうまく押していくことができたという将棋でした。ちょっとね難しい戦い方でもあったので、将棋大津解説編の方でゆっくり大盤で解説していきますので、そちらの方もご覧いただければなと思っております。